ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回は完全無線イヤホンを紹介するわけだけど、なんか、手元に似たようなものがある人、もしくは一時期使ってた人、結構多いんじゃないかな？今回紹介するのは、Bluetooth 4世代に人気になったモデルの後継機、というか、チップセットを最新のものに更新したモデル、QCY-T1C だ。あれ？でも QCY だったっけこれ？と思う人もいるかも。それもそのはず。このイヤホン、複数のブランドで販売されていたものと同じ仕様のものを、Bluetooth 5.1 仕様、QCY アプリが使用可能にしたもの。つまり、人気機種に余計なことせずにアップデートした、定評のあるモデル、というわけだ。本体は艶消し滑り止めのなし地加工。最近では珍しくなってしまった物理ボタン。そして、同じく最近では珍しくなってしまった、ケースに蓋がなく、そのまま外すタイプの、取り出しが簡単なケースだ。このケース、唯一の不満点は、なんせスマホがミクロ USB の時代から製造されているモデルなので、新商品なのに、ミクロ USB 充電なところ、ここだけは現行の USB-C にして欲しかった感はあるけど、設計の大きな変更が必要だったんだろうか。このモデル、アンテナの安定性から音質まで、当時から安くて良いモデルの代表格だった。蓋がないタイプのケースに固定するために、本体とケースのマグネットによるつながりはかなり強力なので、そこは注意が必要だな。僕は触るものに引っかき傷をつけたくないので、いつも深爪気味なんだけど、コツがわかれば簡単に外すことが可能だ。ノズルが長めで簡単に密閉が取りやすく、また、最近のイヤホンに比べてエアーピースも通常の有線型に近い、重乗せが高いタイプなので、よりしっかりとした装着感を得やすいはず。物理ボタンは結構しっかりと押さないといけないタイプで、カチッとした操作感があるぞ。この形状のイヤホンとしては、若干大きめに感じるサイズなんだけど、ノズルが長く、ノズルだけで支える形状なおかげで、割といろんな人の耳に合うはず。また、しっかりと耳の奥まで押し込めて、ドライバが耳の近くに配置されるおかげか、音がくっきりとしていて聞こえやすい。ちなみに、ドライバの直径は 6mm。この手の完全無線イヤホンとしては、一番一般的なサイズなんだけど、最近は音質にこだわったモデルが数多く登場し、多様性が増えてきているので、意外に 6mm の使用率が下がりつつあるな。また、APT-X に対応していない点に注意が必要だ。現在の QCY は、APT-X 系のコーデックに対応しているものと、対応していないものがラインナップに混在しているが、ぶっちゃけどちらも実用では有意な差は感じにくい。そこら辺が気になる人だけ注意すればいいだろう。本モデルの弱点らしい弱点は、連続動作時間が、アクティブノイズキャンセリングを搭載していないモデルとしては特別長くない、4から5時間程度なこと。とはいえ、ケースにポンと放り込める形状といい、こまめに充電していれば、そう気にならない容量でもあるな。また、アクティブノイズキャンセリングは、その影響から、まるで飛行機に乗った時のように、装着時の不快感が生じることがあるんだけど、このイヤホン、ノイキャンしなくてもある程度耳栓代わりになるので、ノイキャン嫌いだけどある程度耳栓代わりにもなってほしい人にもおすすめだ。で、音質なんだけど、6mm らしい、クリアな音色。また、密閉と装着がうまくいっていて、低音も結構元気になってくれる。特に、ハキハキとしたイヤホンが好きな人におすすめだ。と言っても、QCY のイヤホンは大体その方向性でチューニングされていて、もちろん、この T1C も外れなしな音色、という感じだな。弱点は、音量を上げすぎると高音域が暴れ始めること。僕はイヤホンは適度な音量で聞くものだと思ってるから、たまにボリューム間違った時にしか遭遇しないが、大音量で聞く人は、時折そういった不満点を述べているレビューを見かける。個人的には、耳を痛めたくないなら、このイヤホンで不快音が出ない程度に留めとくのが賢いと思うぞ。低音量でもシャープでくっきりと音色が聞こえるバランスなので、音量を上げなくても良い、と好意的に捉えておくのが良さそう。それから、手に油がついてたり、逆にカサカサすぎたりすると、ケースのマグネットの強さが気になるかもしれない。なし地もあるので、指紋が残ってる人だったら基本的には問題なく外せると思う。このイヤホン、世代の中で最も売れたモデルだけあって、取り回し、音質、装着感すべてにおいてやはり優れている。今触って気になるのは、高小連続動作時間が、6mm の非ノイキャンイヤホンとしてはちょっと短めなことと、それから、ミクロ USB 採用なことだな。ガジェット好きなら、ミクロ USB ケーブルくらい家にありそうだけど、そうでないと、これのための専用ケーブルくらいの存在になっちゃいそうだ。逆に言うと、当時、安定感のあったモデルが、現在も新規製造で流通している、というところがありがたい。音質に愛着がある人、これを使い慣れてる人に、それから、現行のアプリ対応など、現在のモデルと比べても遜色のないオプションもついているので、もちろん、新しくイヤホンを買う人にもおすすめしたい。円安になってるはずなのに、本体価格は当時のままだ。
というわけで、このイヤホン、今でも当時と同じ値段で買えて、チップセットとアプリ対応という、現行機と同じ土俵に上がるオプションもついた。別ブランドの有名機を愛用していた人、安くてちょうどいいモデルをお探しなら、今でもこの仕様はおすすめだぞ。といったところで今回はここまで。